皆さんこんにちは。今ですね、私乗っているこのカロラクロスなんですけれども、2025年の春にマイナーチェンジが行われるんじゃないか、そういったようなお話が出てきております。で、この改良についてはまだ確定的な情報としてオフィシャルには出てきていませんけれども、見た目も含めての改良が入るのではないかというところが話としては出てきているところであります。で、私はですね、このカロラクロス発売された時の最初のモデルを買って2023年の配備システムが新しくなった改良後のモデルに乗り継いできたわけですけれども、今回このマイナーチェンジされるカロラクロスに関して買うのかどうか、どのように今考えているのか、この点に関して少しお話の方をしていきたいと思います。で、まず現行のカロラクロスのオーナーの視点でちょっと感じることがあるんですけども、それは何かというと、ちょっと改良であったりとかのペースが速すぎるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。この車、日本で出てきたのが2021年っていうタイミングでした。それも2021年の夏あたりに発表されてきて、納車って大体2021年の最速の人って11月ぐらいだったと思います。で、そこから2年足らずの2023年の10月ぐらいのタイミングでハイブリッドシステムが新しくなりました。ここのあたりのインフォテインメント系も新しくなりますって結構でかい改良を2年足らずで入れてるんですよね。で、そして、さらにこの1年半経つか経たないかっていうようなタイミングでまたマイナーチェンジを入れてくる。で、今回は見た目のエクステデザインも変わるかもしれない。また排気量とかもね変わるかもしれないなんていう話も入っていると。なんかね、それを見ていた中で思うのが、ちょっと改良ペース早すぎるんじゃないかなっていうところであります。例えばその法規対応であったりとか小改良であったら分かるんですけど、結構大掛かりな改良をこのペースでポンポンポンと打ち出してくるっていうのはちょっと早いなっていうのが感じるところです。特に2023年10月に行われた改良では、先ほどお伝えした通りハイブリッドシステム変わりました。この辺りのインフォテインメントも変わりました。360度モニターの画質もすごく上がったし、センサー類もすごくね進化したわけですよね。なのでもう結構もう新しい車になったなっていう感覚があったので、全然このままでもまだまだ売れるんじゃないかと私はずっと思ってるんですけれども、さらにそこで改良を入れてくるっていうところがちょっと驚きポイントでもあると。これはこの車をもっと売りたいだったりとか、もっと商品力をアップしてライバル車種よりもさらに高いレベルで販売をしたいっていう思惑がもしかしたらあるのかもしれないんですけれども、オーナーの立場からすると結構早すぎるよっていうふうに思う。プラス言うと、改良前と改良後、この2023年を境にしたところに関して言うと、デザインとかそんなに変わっていない、その外の見のデザインは変わってないですし、内装に関してもメーター類とかが変わりはしましたが、デザイン基調も変わっていないので、ものすごく見た目上変わった、実際乗ると変わっているところは多くあるし、進化している部分もいっぱいあるんですけれども、オーナーとしては許せる範囲なのかなと思うんですが、今回はもうデザインまでもねガチャッと変わってくるって話になると、この短期間でバンバン行くのかっていうところ、これはね乗っていて複雑な気持ちを覚えている、そういう方も多いんじゃないかなと思います。特にまだカロラクロスに関して言うと、納車はまだまだ進めているところ、今も納車待ちであったりとか、これから納車される方もいるという中で、もうこういった改良がパンと入ってくるっていうのはちょっと複雑な気分だなというふうに個人的には思っているところであります。今回2025年の改良のところで乗り換えをするのかどうかっていうところなんですが、私は高い確率で乗り換えるという選択をしようかなというふうに思っております。決してね、今のこのカロラクロス乗っている2023年の10月に改良されたモデル、不満があるわけではないんですよ。以前、生成 AI が様々な不満点を上げるみたいな動画を出しました。で、そこで結構不満点いっぱい出ていて、それを紹介したんですけれども、ああいった不満点もしかしたら持たれている方もいっぱいいるのかもしれないんですが、私はあんないろいろ不満点上がっていたとしても全然私は気にならないですし、逆にそれが違うよっていうふうに思うところもいっぱいあって、この車に関してはいい点っていうのが非常に多い、そういった車だと思っていますし、今乗っていてもそういうふうに感じています。で、これはこの2023年の10月に開業されたモデルもそうですし、その前の最初に出たカラークロス、こちらの方も車としてのレベルは高いなと思っていました。ですので、私ね、この乗り換えはしてるんですけれども、その車が嫌だとか、ダメだからマイナーチェンジだったりとか、改良後のモデルに乗り換えているというわけでは実はなくて、
純粋に思うのが、やはりこの車がどのように進化をしていくのか、そこをね、ちょっと確認したい、感じたいっていうところ、これがね、ちょっとあります。特に、例えば2023年の開業のモデル、ハイブリッドシステムが新しくなりましたっていうところがありました。それだけでね、どう車が変わるのかなと思ってたんですけども、乗った時の乗り味とかもだいぶ変わったんですよね。で、今回はデザイン面っていうのが変わってくるっていうところで、新しい車、別の車になる感覚っていうのも多分あるんだろうなと思うと、そういったところで、実際にカラークロス乗り継いでいった時に、これまで乗っていたオーナーの視点でどういうふうに変わったのか、何が変わったのか、逆に何も変わんないのか、この辺りの変化がどうなるのかっていうのが、すごく楽しみだなというのと、気になるなというところがある。そういう意味で買い替えて、マイナーチェンジ後のモデル、体感したいな、そういうふうに感じているというのが、大きな理由かなというふうに思います。じゃあ買い替える時に何が起きてほしいかな、どんな改良があってほしいかなっていうところ、この点についてなんですけれども、やはり見た目の変化っていうのは大きいかなと思うんですよね。2023年の10月の改良、見た目に関してはもう全然変わってないんですよ。ほんとそのまんまで来たので、走りも新しくなっている、メーター類も新しくなりました。なんですけど、やっぱりね、あまり変わってない感っていうか、車が進化した感覚っていうのは見た目上起きていなかったんですよね。このあたりはね、せっかく新しくなったのに残念だなというふうに思う部分もありましたので、今回はおそらく海外の顔が入ってくるんじゃないかという話はされています。このあたりがバッと入ってくることはちょっと期待はしたいなというふうに思います。あと内装なんですけれども、ガラッと大きく内装変わる必要はないんですけれども、例えば色味とかを選択できる幅が広がるとか、そういった変化があってくれると嬉しいかなっていうふうに思います。今って基本的には黒か青シートですね、を選べるんですけれども、青シート選んだとて、そんなに青くないというか、暗めの青なので、そんなに変化ないんですよね。で、海外だと、確か赤い内装であったりとか、ちょっと色のバリエーションがあったはずなので、そういったバリエーションのある、色の内装を選べたりすると、とてもいいかなと。ベンチレーションつくかどうかみたいな話も確かあったと思うんですよね。で、私個人としては、ベンチレーションに関しては、ついてくれたら嬉しいなっていうぐらいですね。パラクロスの現状のシートって、お尻と背中はファブリックなんですよ。コンビシートなんですよ。やはり本革とかのシートになってくると、すごく蒸れますし、厚さをより感じるので、やっぱりベンチレーションあった方がいいんですけれども、今乗っているこのタイプのシートが踏襲されるのであれば、マストで必ずつけてほしいというところまではないかなと。それがつくことで、チェリオックの価格が上がるんであれば、なくてもいいかなっていうふうに感じるところです。オプションとして選べるということであれば全然いいんですけれども、必ず必要であったりとか、絶対に必要みたいなところまでは個人的にはないかなという。排気量を拡大するかどうか問題っていうのがあったと思います。1.8リッターっていうふうに、そのままこの排気量を踏襲するんじゃないかっていう話であって、もしくは逆に2リッターになるんじゃないかっていう話もあったり、結構この辺り情報がバラバラなように感じているんですけれども、個人的な感想としては2リッターにしてもらえるといいかなって思っています。2リッターになってほしいなって思っています。これはよくお話ししてますけれども、やはりこの車、今の状態でも全然十分走るんですけれども、排気量を拡大することによって、パワー、出力っていうのが上がっていってくれると、乗っていてのパワーの余裕感っていうところをより強く感じられるんじゃないかなって思います。高速道路を走っていても十分走ります。なんですけれども、やはりこの他のメーカーの車と比べて伸びやかな感覚っていうのがちょっと少ないっていうのも乗っていて感じるところなんですよね。で、そういった伸びやかと感じない部分っていうのが改善されてくれて、新感覚っていうのが感じられたら個人的には嬉しいなっていうふうに思うんですね。ですので、その意味で、できれば排気量を拡大してほしいなっていうところを望んでいるというところであります。GR のカロラクロスが入ってくるだろうと言われていますが、じゃあ GR の方にするのかどうかっていう問題が1点あります。で、私は GR カローラクロスにはしないという方向で考えています。なぜかっていうと、GR に関して言うと、ベースとなるモデル、通常のカローラクロスから
ハンドリングであったり足回りとか、そういうところをこうグッと鍛え上げて専用のパーツを入れていって車が作られていきますので、このカラークロスの乗り味っていうのがよりこうちょっとね硬い方向に変わってくるだろうというふうに考えられると。で我が家ではこのカローラクロスは乗り心地の良さ、柔らかい乗り心地、気持ちいい乗り心地、こういうところになってくれている車になるので、個人的にはこの車のこの柔らかさとか心地よさっていうのはそのままに残しておきたい、乗り心地のいい車っていうところであるというカローラクロスは残しておきたいなというふうに思っています。ですので私は GR ではなくカローラクロスは通常のモデルの方を購入するかなというふうに思っています。トヨタさんであったりホンダさんもそうですけど、やっぱり本気出して作ってくるんですよ。なので明らかに違う車にもう仕上がっていくっていうのがもう常々あるので、その意味で私が気に入っているカローラクロスっていう車の乗り心地だったりとかを残すという意味で、カローラクロスは GR ではない通常モデルの方を選択したいなというふうに個人的に思っているところでございます。あと気になるのは、おそらくこの改良後のカラークロスがどのぐらいの価格になるのかというところかなと思っています。このカラークロスっていうのは非常にコスパの高い車であることが一つの売りではあるので、その売りというところが阻害されるほどの価格のアップ分けは起きないでほしいな。これをちょっと個人的には願っているというところでございます。ということで、今回はカローラクロスの改良、私現行のカラークロスのオーナーの立場でこれ買い替えをしようと考えているのかどうか、またですね、買い替えるというところにあたって、ここはぜひ変わってほしいなっていうところ、これについてお話の方いたしました。今回の動画が面白かったな、参考になったなと思っていただけでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もカラークロスに関する情報の方を出していければと思っておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。